こんにちは、まみくさんです。だいぶご無沙汰しております。2024年最初の動画になります。本年もよろしくお願いいたします。さて、この1ヶ月何をしていたかと言いますと、しばらくほったらかしにしていたアコーディオンをもう一度復活させたいと思い、空いた時間に結構集中をして練習していました。もうしばらく弾いていないと指が動かないっていうのはもちろんなんですけれども、アコーディオンは左手のボタンの部分は目では確かめることができないので、感覚で覚えるしかないんですけれども、その位置を忘れていたりとか、あと楽譜を見てこれなんだっけって思うようなこともあったりして、入っていくのにしばらく時間がかかりました。このアコーディオンは私が30代後半、38歳か9歳ぐらいの頃から弾き始めまして、で今回アコーディオンとの出会いのお話や、あとは最後にオリジナルの曲を1曲演奏して終わりたいと思います。アコーディオンにちなんで今日はベレー帽をかぶっています。でこのベレー帽は私の母が私が小学生の頃にかぶっていたものです。全然状態が良くって普通にデザインも、変わらないものなので余裕でかぶれます。さて遡ること90年代前半、まだ私が学生だった頃に、ある日渋谷のクラブクワトロで何組かのバンドのライブがあるというイベントがありまして、学校の後そちらに向かいました。お目当てはヴィーナス・ペーターだったと思います。何組かの演奏が終わり、ネルリースという知らないレトロな雰囲気の2人組の女の子が舞台の上に現れました。1人はギタリストで、もう1人はアコーディオンを弾いて歌も歌うというキラキラに輝いていて、一瞬でファンになりました。でその瞬間からいつかはアコーディオンを弾いてみたいという思いが芽生えました。多分同年代であり、弾いている佇まいがとても魅力的で、そして身近に感じられる存在だったのかもしれません。ネルリーズの CD は3枚持っています。ライブを見た後、とてもやっぱり気になってしまって、翌日確か梶秀樹が働いていた渋谷のゼストっていうレコード屋でこちらを見つけて買ったような気がします。1991年、やはり30年以上前のものですね。でこちらとこちらは4曲ずつ入っているシングル EP になります。でこちらがその後出たアルバムです。で髪の長い方の子がアコーディオンを弾いていた、キラキラ輝いていた子になります。とはいえあれから一度もアコーディオンに触れる機会などなく幾年かが経ちました。ある日スイスのこの村で演劇大学に通っている生徒さんがめちゃくちゃ古いアコーディオンを売りに出しているという情報を得ました。で心の隅っこのどこかに隠れていた思いがまた復活して、これは運命だと思い即決で購入しました。こちらがそのアコーディオンになります。今見ると結構ベーシックな作りで、ただところどころ結構可愛くて、中がピンク色で花柄になってるんですよ。調律に出したら70年ぐらい前のアコーディオンだと言われました。でこれを購入した時に練習本もつけてくれたので、しばらく独学で練習をしていました。おばあちゃんアコーディオン
今はまた違う新しいものを使ってるんですが、本当に頑張ってくれました。でこのアコーディオンと練習本での独学をしばらく続けて、もう独学では限界だなと思っていたある日、小学校に通っていた息子が学校から子供向けの音楽教室がリストになったものを持って帰ってきたんですね。でその中にアコーディオン教えます大人もって書いてあるのを見つけて、すぐに申し込みました。アコーディオンの先生との出会いは運命だと感じるほど、私のスイスでの人生を明るいものに変えてくれました。音楽への情熱を強く感じるっていうのはもちろんなんですけれども、表現することや演じることも大切にしているので、レッスンはとっても楽しいです。ちなみに彼女はベントネグルというバンドで活躍をしています。このおばあちゃんアコーディオン 1,2 年は頑張ってくれたんですけれども、お年を召されているので空気が漏れ始めたり、弾いてない音がピーと鳴ったりするようになりました。気軽にアコーディオンを始められなかった理由の一つとして、楽器が高額だっていうことです。このおばあちゃんアコーディオンは結構なお値段、15,000円ぐらいで購入することができたんですけれども、この人ももう原価が来ているので、今後も弾き続けるには新しいものを購入しなければならない状況となりました。先生に付き添ってもらい、ドイツ語圏のウィンタートゥールにあるベルトゥーナを扱っているアコーディアさんに行きました。お店でいろんなタイプのアコーディオンを試すことができて、最終的に細かいところから自分で好きなようにオーダーができます。で私の買い物に付き添ってくれた先生も弾いてるうちに自分も欲しくなり、彼女も同じようにアコーディオンをオーダーすることになりました。でその後その他にも2人の生徒さんが同じようにベルトゥーナのアコーディオンをオーダーすることになり、最終的には4台の同じアコーディオンを合わせれば音色がマッチするので、クワルテットを組もうという話になり、しばらく4人で演奏を楽しんでいる時期がありました。この頃から自分のパートを作曲したり、即興で何かを弾いたりっていう訓練が始まりました。でこの1ヶ月は2012年に作った曲を見直して、でそちらの曲に合わせるセコンドボイスを2024年1月に作り出しました。ハモるように作ったわけですが、1人で弾くので2回に分けて演奏し、そちらをレコーディングしてうまくハモるように息子が編集してくれました。曲名はイルフルベット、いたずらピエロ。